味をピリッと濃縮させて。忌憚なきご意見をさあどうも、今回はですねシーフードピラフを作っていきます。シーフードピラフね、きっと皆さんも好きだと思うんですけど、どうですかね。スーパーにある、冷凍シーフードを使って簡単に作れる、レシピを紹介したいと思うんで、じゃあ早速やっていきましょう。じゃあまず玉ねぎみじん切りにしていきます。玉ねぎを、今回はそうですね4分の1ぐらい。人参もみじん切りにします。人参とかもね、こう最初の段階でなるべく薄くカットして、ここまで来たら横でスライスしていきます。こっちもね、座りが安定しててやりやすいんで、ここから千切り。こんもりしすぎてると切りづらかったりもするんで、少し横に細長くならしてあげた方が、包丁をねあんまり高くこうやらなくて済むんで切りやすかったりします。みじん切りもこう本当に適当にね刻むより正確に切っていった方が意外と早かったりするんでね、毎回必ずそうなるかどうかはちょっと分かんないですけど、状況によって。で次はニンニクですね。やっぱなんかこう根菜系がね多いと味のねこう骨格を作りやすいというか、シーフードだけだとね、美味しいんですけど、ちょっとどうしてもパワーが足りない感じもするんで、パセリも色味と、あと、ちょっとね爽やかなハーブ感を足すために、あんまりこうパセリは細かくしなくていいですね、ざっくり。で次シーフードですね、冷凍のシーフードです。なるべく流水解凍した方がいいですね。自然解凍だとやっぱどうしても魚のね臭みが抜けきらないような気がするんで、個人的には。でこういうような感じでしっかりとね水気は拭っておいた方がいいですね。水分が多いと炒めてる時にねこうビチャビチャな感じになっちゃうので、さっとね炒めて香ばしい香りをつけるためには水分しっかりと拭っておく必要があります。下にね紙引いて、あとは上からもう少しこうグッと押すような感じで。はい、じゃあ、次は、ここからもう炒めてねパッパッパッと仕上げていきます。もう物のね切り出しが終わってたらこれは早いですね。ちょっと強火にしておいて、オリーブオイル少々。シーフードですね、炒める前に軽く下味の塩しておいた方が味は決まりやすいと思います。少し、煙がね出てくるぐらいですね。すぐ振らないで、まずしっかりと、片面だけでも焼き色つけます。この匂い嗅ぐとこう魚介系のね、いい感じに香ばしく焼けたような香りがしてくるんで、あたりですかね、頃合いは。焼き色をほんのりつけたいんですけど、かといってね焼きすぎちゃうと今度だいぶね焼き縮みして硬くなっちゃうから、そのね塩梅は難しいですね。いいっすね、これぐらいですね。エビがいい感じになってきて、白ワインを軽く一振り全体に臭み消し、魚介の旨味がねフライパンにこびりついてるんで、それをこうこそげ落とすような感じで、これだけでもねもう結構うまくなりますね。これこのまま食べてもで、一旦引き上げます。うまみがこびりついてるのでちゃんとこそげ落としましょう。でフライパン洗わないで、もうこれそのままバター、ニンニクですね、ニンニク入れて、オイル感は少なめな方がいいですね。あんまりオイルが多いと、ビチャビチャになっちゃうので。で、人参、玉ねぎも加えちゃいます。でここでもう野菜にひと塩。
ちゃんとねパーツごとに塩を振るっていうのが大事です。塩振ってそれぞれのねうまみを引き出していって、それが最終的にこう全部足されて、形になるんで。でここでも根菜必ず味を見て甘みがねしっかり出てるかとか、歯ごたえがねもうほぼ残ってないかとか確認してから次の作業に行きます。もうねかなりいい感じです。そしたら次はさっき炒めておいた魚介をここに戻していく。で、炒めておいた魚介を戻して、次お米です。炊き込んでおいたお米。これもレシピは概要欄に載せておきます。でこの時も中火ですかね。端っこに寄せておいて、いしりですね、大体小さじ1/2ぐらい。ちゃんとこのいしりをね煮詰めて、で味をピリッと濃縮させて、これぐらいになったら合わせます。で、パセリ、あと調整用に軽く塩、胡椒、でもここからはそんなに炒めないですね。シーフード硬くなりますし、ご飯もね、もうこの時点でパラパラになってるんで。うまい。それじゃあ、盛り付けドレッシングいきます。やっぱシーフードピラフなんでね、盛り付け最後の方はこのシーフードが上に来てるとシーフード感出ます、多分。いただきます。まあちょっとね、自分で作ってね、自分で食べてる、毎回食べて美味しいって言ってるとね、いまいち信憑性がないんでね、ちょっとスタッフに食べてもらおうと思います。本当にうまいのかってね、ちょっとよかったら食べていただきます。感想を、はい、忌憚なきご意見を。しっかりシーフードの味がして美味しいです。これ完全に言わされてますでもなんか冷凍シーフードで作ってるっていう感じはなんかいい意味でないよ全然ないですねってまあ俺は思ってるね。言わされてない。大丈夫です。はい、というわけで、冷凍シーフードを使った簡単なピラフでした。まあ本当にね、切り出しが終わってたら炒めるだけでパパッとできるんで、あとは炊き込みご飯ですね、それが準備できてたら本当にすぐできます。よかったら参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。